どうも、トータです。はい、京都にやってきました。本当はね、スパイスゲートっていうカレー屋さんに行こうと思ってたんですけど、ローコとか僕は朝ごはんにカレーを食べてしまったんで、ちょっと無理そうなので普通にコーヒーを飲みに行きます。めっちゃ恥ずかしい自分に向かって話すの。グラノーラとコーヒーパフェが、パフェは作るとグラノーラ一緒にオーツミルクです。ここは雑誌見て気になってたお店なんですけど、めっちゃ良かったですね。めっちゃおしゃだし、外観はね昔ながらの喫茶店っぽい感じなんですけど、中は結構今時のコーヒー屋さんで良かったです。ずっと気になってて行ってみたんですけど、なんか思ったより感動はなかったですね。ただちょっとおしゃれな空間っていう感じでした。なんかやっぱみんなインスタとかで写真撮ってるんで、一回は来なきゃなっていう感じで行ったんですけど、人は少なかったんでそれは良かったですね。だから写真も結構撮ったりしたんですけど、自分にカメラ向けて話すのがめちゃくちゃ恥ずかしかったっていうだけですね。とりあえずもう京都御所の方に向かってるんですけど、暑い、マジで本当に暑い、暑すぎてね、この後も行ってると思うんですけど、暑すぎて早めに退散しちゃったんですよね、この日は。着きましたね。もう着いた瞬間やんごとない雰囲気を感じます、多分。はい、もうなんか本当にここすごい大きいんだろうなっていうのが伝わりますよね、この感じでも。はい、でこれが一応案内図なんですけど、本当に大きいですよね。てかこんな大きいと思わなかったです。はい、でここはどういう場所なのか分かりません。おそらく神社なのかな。はい、よく分かんないです。なんか、はい、用水路綺麗だったから撮ってみた。京都御苑に初めて来たんですけど、ちょっと暑すぎます。ただ人少ないんですけどね、この時間は。とにかく暑すぎる。今9時ぐらいなんですけど人あんまいないですね。ただシンプルに6月なんですけど暑すぎる。6月6月なんですけど暑すぎる。真夏はダメだと思ってたんですけど、6月もダメですね。梅雨だったらまだいいと思ってたんですけどね、もう本当にダメですね。暑すぎる。ちょっと暑いだけでもうダメですね、この時期この場所は。暑い時期京都来ちゃダメです。でね、やっぱりね、オーバーツーリズムの匂いを感じます。マジで外国人多い。僕が最後に来たの2022年なんですけど、あんま大きい声で言えないんですけど、その時はねそんなに外国人観光客いなかったんですけど、今日は本当に外人ばっかり。本当に2人に1人外人。変更報道かと思ってたんですけど、思った以上に多いですね。はい、もうちょっとここに存在してるだけで汗やばいんで、もう逃げます、ここから。予定ではねもっとゆっくりいる予定だったんですけど、ちょっと想像以上に暑すぎて京都に行くことを決めた過去の自分を恨んでいます今。いやなんかね、ところどころ涼しいからね、もうちょっと先に行ってみようってね5分に1度ぐらい思ったりするんですけど、ちょっと暑い場所が耐えられないということでですね、もう退散します。一旦涼しいところに行って体力を回復してからお昼を食べに行こうと思います。本当はね朝ごはん食べる場所でもうちょっと時間を潰す予定だったんですけど、想像以上に僕が腹パンの状態で来てしまったので、僕が悪いですね。これはご飯食べに行きます。はい、メニューが気になる人はぜひ一時停止をしてみてほしいんですけれども、来ました。お昼はね焼肉のつもりだったんですけれども、ランチメニューということでですね、焼肉がなく、定食系ですね。当然お酒は飲むんですけれども、下調べができていなく定食メニューをいただいたんですけれども、とりあえず今回はね京抹茶ビールというものをいただきました。はい、というわけで乾杯。シンプルに抹茶の風味がするビールでした。はい、これ美味しかったです。はい、美味しかったけど普通のビールでよかったかなとも思う。せっかく京都に来たしね、京都らしいものを飲も
もうということで、さっきもねちらっと B ロールで出てきたんですけれども、お茶をいただいてて、時間が余ってたんでお茶をいただいてたんですけども、高い。お茶ね2000円ぐらいしたんですよ。はい、ちらっとだけ出てきたと思うんですけど、2000円ぐらいしてちょっと休憩するつもりがめちゃめちゃ出費を重ねてしまいました。この京抹茶ビールもそんなに安くなく650円だったかなしたので、旅行価格なのかなと思って諦めたんですけれども、普通に美味しかったです。でも1杯で十分かなっていう、せっかく焼肉だし普通のビールをいただきたいなということで、さっさと飲んで次のビールに行ったわけなんですけれども、はい、そうこうしてたらねステーキ重がやってきました。この色いいですよね。卵の黄身の色もめちゃめちゃいい。これ焼肉食べたかったなっていう感じです。もう本当に後悔が一つあるとすれば、なんで夜行かなかったんだろうっていうのが一番の後悔ですね。次は絶対夜行こうと思います。ランチもランチでね全然いいんですけど、結構がっつり食べる予定だったんで、うなぎを食べてる気分でした。はい、なんか似てますよね、ステーキ重とうな重って。はい、なんかそんな感じでした。それこそこんな感じでひつまぶしにできたりしてるんで、本当にうなぎみたいですよね。この時はね本当に焼肉食べるメンタルだったんで、若干悲しかったっていうのはありますね。正直ここは絶対焼肉美味しいだろうなっていう雰囲気がもうお店から漂ってきてたんですよ。ザ焼肉屋っていう感じがして、小切れは小切れだったんですけど、焼肉屋独特の雰囲気があって、ぜひ気になる方はね夜行ってみてください。ぜひ焼肉を堪能してほしいですね。ここはちょっとこのお店に行きたすぎて、また早々に京都に行きたいなっていう感じですね。夜ご飯だけここに食べに行っちゃおうかなってぐらいには結構気になりました。一応本店が四条大宮かどっかにあったと思うんですけど、そこでもいいかもしれないですね。丸太町行くの若干めんどくさいと思う。四条大宮だったらそんなに京都駅から近いですし、行きやすいのかなとは思うので、気になる方はね本店行ってみてもいいと思います。丸太町の方で用事がある人はね、ぜひこのお店行ってほしいなっていう感じですけれども、バス停が近くにあるんでね、行きやすいっちゃ行きやすいと思います。いやー夜行きたいですね。絶対次は夜行こうと思ってるんで、また撮影させていただきたいなっていう感じですね。さあ最後の一口も飲んでごちそうさまでしたっていう感じですね。いや本当に大満足でした。このお店は次絶対夜行きたいですね。何回も行ってるんですけど、いやマジでそのくらいちょっと気になるお店だったので、次こそはちょっとねリベンジさせてもらいたいですね。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったし、今までで一番撮りやすかった。動画をめちゃくちゃ撮りやすかったっていうか、めっちゃ撮りやすいような雰囲気を作ってくれたんですよね。はい、なんかむしろ僕のこと撮りますみたいなことまで言われて、じゃあよくしていただいた。本当にこんな底辺なのに全然ねフォロワーもっていうかね登録者もね多くないんですけど、優しくしてもらいました。僕めちゃくちゃ出来上がってるんですよね。今出来上がってて、結構酔っ払ってるんでうまくちゃんと話ができなかったっていう、それが心残りですね。はい、コミュ障も発動しちゃったんですけど、それプラス酔っ払ってるんで話せなかった、それが後悔。出てた態度以上にめちゃくちゃ感謝してます。本当にありがとうございます。はい、てなわけでリッツに来たんですけど、さすがにここには泊まらないです。僕いつも京都に来た時リッツでお土産買うんですよ。はい、なので今回もお土産を買いに行きました。高すぎてね泊まれないですよね。本当に今ね確か40万ぐらいするんですよ1泊。はい、この日いくらだったかちょっと分かんないんですけど、僕1回だけ泊まったことがあって、ちょっとあんま大きい声で言えないんですけど、コロナ禍の時に泊まって、その時はね8万で泊まれました。もうコロナ様々だったんですよね、正直言って。僕は結構遠慮なく旅行に行かせてもらってて、人も少ないしっていう感じで行ってたんですけど、今になってコロナの時旅行しとけばよかったなっていう人多いですよね。僕は後悔すると思ったんで行ったんですけど、はい、行ってよかったですね。今8万じゃ絶対泊まれないんですよ、リッツなんて。特に京都のリッツなんてね、軒並み頃はね京都のホテル安かったんですよ。今じゃ考えられない。アマンとかもね多分10万ぐらいで泊まれたと思う。今だったらねもう本当に何十万ってするようなホテルなんですけど、もう泊まれないですよね。本当に京都に限らずだとは思うんですけれども、ちょっとね話がそれちゃったんですけど、僕はリッツで、基本的にパンを買います。ここ限定、ここともう一個東京にあるピエールエルメだったかなでしか買えないクロワッサンがあるんですけど、それのためだけに行ってます。めっちゃめんどくさいんですけど、この時はねたまたま近くまで来てたんで、だいぶ楽だったんですけど、いつもこのためだけにリッツに行ってますね。こいつは泊まらねえのかって多分思われてるんですけど、昔はね電話でしか予約できなかったんですけど、今はネットで予約できるんでめっ
ちゃありがたいですね。気になる人はぜひ行ってみてください。お土産買うだけでも、あとアフタヌーンティーとかね行くだけでも全然大丈夫なので、正直日本人は泊まる価値ないかなって思ってます。京都で泊まるんだったら正直安いホテルでいいと思います。結構インバウンド向けのホテルが多いのかなという感じなので、どうせリッツ泊まるんだったら東京とか大阪の方が一番リッツらしさを感じると思うので、リッツ泊まってみたいなっていう人はその辺を視野に入れてもらえたらなというふうに思います。京都はね本当に金持ちの道楽だと思う。はい、だいぶ時間が余っているので休憩しに来ました。休憩といってもお酒飲んでるんですけれども、お店の名前を忘れてしまいました。申し訳ない。河原町駅の近くだったと思います。ここ美味しかったです。ここ日本酒が主な感じのお店だと思うんですけど、ここ良かったですね。結構こじんまりしてるんですけれども、こういう小さめのお店が僕は好きなので、自分の趣味ドンピシャな感じで良かったですね。おばんざいのお店なんですけど、マジで楽しみにしてて、1人前結構大きかったみたいなんで、ハーフにしますかっていう風にお店の方提案してくださって、結構いろんな種類のものを食べることができました。マジでありがたいですね。こういう提案自分からなかなかしづらいんで、お店の方からされるとなんかすごく思いやりを感じるなという、はい、嬉しいですね。調子に乗って日本酒頼んでますね。さっきのお店でも日本酒飲んでたんですけど、ちなみにもうこの時点でかなりベロッベロなんですよね。はい、僕いつも持ってるのが、日本酒の最初の一杯ってどうやって飲むのが正解なんですかね。僕いつもこんな風に飲んじゃってるんですけど、これマナー的に良くないんだったらちょっと指摘してほしくって、実際どう飲むのが正解なのかぜひ教えてほしいですね。一口飲んだら飲みやすくはなるんですけど、最初の一杯がどうしても難しい。毎回迷ってしまう。このお店マジで本当によくって、本当はねもっといろんなもの食べたかったんですよね。一応ね撮影許可はいただいてたんですけど、ちょっとどうしても人が増えてきてしまっていたので、ちょっと遠慮して早めに出ることにはなったんですけど、この後にも何軒か行く予定ではあったんで、ちょっと腹を残しとかないとっていう感じではあったんですけど、でも本当にここよくってまた行きたいなっていう。京都ってマジで美味しいお店多くって、もう回りきれないんですよね。なのであんまりリピートってしたくないんですけど、ここマジで行きたいですね。このお昼に行った焼肉屋もそうだったんですけど、いやマジで良すぎてもう一回行きたい。本当にもう行きたくなってしまってるっていう。マジここおすすめですね。何店舗かあるんですけど、この系列のお店がここ河原町駅の近くだったんですけど、ここ以外にもね本当に何店舗かあるので、よかったら皆さん行ってみてください。マジでおすすめです。ここはあとね、ここ一人でも来やすいと思います。こうやってカウンターもあるし、ちょっと暗めの雰囲気なんで、ゆっくりしっぽり飲むこともできるし、でご飯も美味しくって、なんか普通に一人飲みの聖地みたいな風に僕は思ったんですけど、多分一人飲みの人も意識してるんじゃないのかなと思いつつ、普通にカップルで来てもいいと思いますし、男同士女同士で来てもいいと思いますし、大人数が入れる席も確か奥にあったかなと思うんですけど、何にせよおすすめですね。バカ騒ぎするような雰囲気ではないのかなと思うんですけど、そもそも京都なんでそういうお店はそんなにないんじゃないのかなと思いつつ、なんかゆっくりしっぽり飲みたい大人の方にはおすすめかなというふうには思いましたね。というわけで完飲ですね。はい、2杯目はこのダットっていう日本酒ですね。攻めの2杯目です。はい、というわけで乾杯。はい、やっちゃってますね。本当にこの日はねマジで朝から飲んでるんで、もう本当にめちゃくちゃ飲んでる。飲みすぎてる。本当にやばかったです。次の日ね、もう今言っちゃうんですけど、動けなかったんですよね。もう本当に久しぶりにベッドから抜け出せなくって、本当に久しぶりにかなりの二日酔いだったなっていう感じですかね。去年かなんかに行った年明けの東京旅行ぶりかな。看護師の方といろいろあった日以来ですかね。ずっと見てくださってる方はね、あれのことかなっていう風に予想ができるとは思うんですけれども、てかね編集しながらマジでまた行きたいってなってて、ほんとめちゃくちゃお腹が空いてきましたね。みんなお腹空きませんか？これ見てめちゃくちゃ美味しかったですよ。最近はねやっぱり外国人観光客が多すぎて、京都に行こうって思ってる人少ないと思うんですよね。正直億劫だと思ってる人多いと思いますし、僕はたまたまね日帰りで行ける距離なんであれなんですけど、やっぱ泊まりってなるとホテルも高いし、そもそも取れないとかっていうのもありますしね。だからなかなか京都行く機会前に比べてねなくなってる人多いと思うんですけど、ぜひ行ってみてください。日帰りで行ける人はねぜひ行ってみてほしくって、泊まりだったとしてもね、ちょっと足伸ばして大阪で宿取れば、安く済むし、意外とその大阪の街も楽しめて、一度で二度美味しいっていうか、一石二鳥みたいなとこもあるんで、大阪で泊まってもいいよっていう人はね、ちょっと早めに解散をして大阪までちょっと足を伸ばしてホテルを取ってもいいよっていう人はねぜひ京都行ってみてください。外国人観光客多かったとしてもやっぱ行く価値はあるのかなとは思います。というわけでごちそうさまでした。美味しかったです。
僕が作っている LINE スタンプをねトランジションで使わせてもらったんですけれども、皆さんよかったらぜひ使ってみてください。はい、というわけで次来ました。ここねちょっと取りづらかったんですよね。はい、だからあんまり取れてないんですけれども、めっちゃ美味しかったです。ここね本当にデートで来るとこだったんですよね。僕も遠慮がちにっていうか結構すぐ出ちゃったんですよね。でもめっちゃ美味しくって、これねカンパチのわら焼きなんですけれども、これ美味しかったです。ちょっと高いけどね、まあでもしょうがないかな、値段的には。こんなちょっと洒落た感じだとは思ってなかったんで、はい、ちょっと予想よりもおしゃれでびっくりしました。カウンターだとね結構臨場感のある感じだったので、それだけはねちょっとお見せできればなという感じで。というわけで最後にねディープなお店にやってきたんですけれども、ちょっと楽しくなりすぎちゃって全然撮影できてないです。ごめんなさい。はい、もう本当にここはさらっと流そうと思います。ここもねめちゃくちゃ美味しかったです。もう小さい感じのお店なんですけど、まあ大きくはなかったんですけど、本当に良かったですね。これこそが下町の居酒屋じゃないんですけど、なんかそんな感じがして、場所的には全然下町ではないんですけど、本当にあったかいお店でした。楽しくなっちゃって結構ギリギリまで飲んでしまってて、バスの方向間違えてしまって、一駅だけ乗って降りてすぐにタクシー捕まえて、なんとかギリギリ間に合ったっていう感じです。はい、この時ね余裕ぶっこいてるんですけど、全然ギリギリでした。ホーム着いて3分後にはもう新幹線来たんで、本当にギリギリでした。この時酔っ払ってるんで、僕も頭のネジぶっ飛んでるんであれなんですけど、本当にギリギリで、こんなにギリギリになるのは初めてなんですよ。余裕を持って20分前ぐらいにホームには着いてるんですけど、本当頭悪いんですけど、この時は本当ギリギリで、タクシー使ってなかったらマジで乗り過ごすとこでした。はい、そんな感じでドタバタ劇場な日帰り京都旅行でした。どうでしたか皆さん。楽しんでいただけましたでしょうか。かなり外国人観光客多かったんですけど、それでも楽しめましたし、なんだかんだね京都の人ってあったかいです。裏ではどう思ってるか分かんないんですけどね、それでも優しいです。優しくしてくれます。本当に優しくしてもらった。じゃなかったらねこんなに動画撮れないですし、はい、なんかいろいろ良くしてもらったりだとか、なんかそういうのもね全然なかったと思うんで、本当にいい旅行になりました。本当に久しぶりに京都来たんですけど、やっぱり京都好きだなって思ったし、神社仏閣だけじゃなくってね美味しいお店いっぱいあるので、皆さんよかったらぜひこれを機に京都行ってみてください。今ちょっと暑いんでね、もうちょっと涼しくなったら行ってみてください。というわけでですね、今回パッと思いつきで決めた京都日帰り旅行でした。 Vlog 久しぶりに出したと思うんですけれども、どうでしたかね。こういう動画もっとたくさん出したいと思ってるので、皆さんぜひ高評価とチャンネル登録をしていただいてですね、僕の活動を応援してください。この動画が回ると僕はすごく励みになります。なぜかっていうと編集が大変だからです。この編集の頑張りを結果につながったらっていうふうに思うんですけれども、つまんなかったらしょうがないですよねっていう感じなんですけど、なんかこの動画を見て一緒にお酒飲んでくれたら僕はすごく嬉しいので、皆さんぜひお酒を片手に、こんな最後に言うことではないんですけれども見てくれたらと思います。ここまで見てくれた方はね2周目ぜひしてもらって、ここでねお酒飲みながら楽しんでもらってもいいですし、いろんな楽しみ方があると思うので、そうしてもらえたらなと思います。というわけでねこの辺で今回は終わろうと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねまた次の Vlog でお会いいたしましょう。バイバーイ。